こんにちは、ペンタロウです。国内メーカーモデルから航続距離が短い300キロ未満のバイクをランキングします。上位にまさかこんなに大型バイクが。42位、ホンダスーパーカブクロスカブ50、リッター 69.4 キロ、4.3 リットル、航続距離 298.42 キロ。もう生産されていない 50cc です。スーパーカブファイナルエディションとハローキティ仕様は新車在庫が残っているのでまだ買えるようです。41位、ホンダホーク11、リッター 21.2 キロ、14リットル、航続距離 296.8 キロ。大きさの割に航続距離が短いですが、ハード前傾で長距離移動向きでもないので300キロ弱でもあまり問題ないでしょう。生産終了していますが、ラインナップにはまだ載っていて、各地のホンダドリームには在庫があります。新車が登録済み未使用車化され始めたので、それを探すと115万円くらいと性能にしてはリーズナブルに買えます。ただし、カウルが割れたりして部品交換しようとすると、カウル単体で70万円くらいするそうなので、部品買うより部品取り用に中古車1台探した方が効率が良いという旧車のような扱いをされそうな不思議なバイクとなっています。40位、スズキバーグマンストリート 125EX、 リッター 53.8 キロ、 5.5 リットル、航続距離 295.9 キロ、125cc スクーターです。高速に乗れないので300キロ前後でも十分だと思いますが、500キロくらい走る 125cc もあるので、給油が極度に面倒な人はそういうものを選ぶ手もあります。39位、ホンダリード125、リッター 49.3 キロ、6リットル、航続距離 295.8 キロ。バーグマンより燃費が多少悪いですが、燃料タンクが少し多いので航続距離はほぼ同じです。38位、ヤマハ MT-09 XSR900GP、 リッター 21.1 キロ、14リットル、航続距離 295.4 キロ。ヤマハ MT-09 と XSR900GP は同じスコアです。ペンタロウも乗っている XSR900GP はスーパーハード前傾で長距離向きでもないので良いですが、 MT-09 は長距離ツーリングをする人も多いのでちょっと物足りないでしょうか。そういう人は400キロ走るトレーサー 9GT を選べというヤマハのメッセージかもしれませんね。37位、ヤマハ YZF-R9 XSR900、 リッター 20.9 キロ、14リットル、航続距離 292.6 キロ。MT-09 ファミリーなのでほぼ同じですが、少しだけ燃費が悪く航続距離は3キロほど少なくなっています。 R9 はフルカウルで空気抵抗が少ないですが、二次元速比の違いなどで燃費はスポイルされているようです。36位、川崎 ZX4R、 リッター 19.5 キロ、15リットル、航続距離 292.5 キロ。 400cc ですが4気筒高回転エンジンということもあり燃費は悪めです。一般的な 400cc は2気筒で25から30くらいを記録するので、長距離連続走行にはそういうモデルの方が向いています。このバイクに乗るなら燃費など気にせずひたすら高回転を回して走るのが良いでしょう。35位、ヤマハ MT-09YAMT、リッター 20.8 キロ、14リットル、航続距離 291.2 キロ。MT-09 のオートマです。オートマになると燃費が悪くなるのはなぜでしょう。四輪で主流だったトルクコンバーターのオートマはロスがありますが、MT-09 のオートマはマニュアルのシングルクラッチ構造を電子制御サポートしているだけなので、効率が上がって燃費が良いと思っていましたが、実は逆でした。34位、ヤマハファチオ、リッター 56.4 キロ、5.1 リットル、航続距離 287.64 キロ。125cc おしゃれスクーターです。実用カテゴリーではないので、まあ文句言う人はいないでしょう。同じくおしゃれカテゴリーのベスパよりリーズナブルなので一定の需要はありそうです。33位、ホンダ CB1000F、 リッター 17.9 キロ、16リットル、航続距離 286.4 キロ。巷で極悪燃費バイクとして認識されつつあるクラシック系丸めネイキッドです。燃費が 17.9 キロの数値ですが、市街地走行などではもっと悪くなったりもするので、割と頻繁に給油する人が多いかもしれません。ペンタロウ実測ではリッター14キロくらいですが、都市部の市街地走行も多いので、高速道路など遠出ならもっとマシだと思います。いずれにせよ航続距離は長くはありませんが、ガチ SS のエンジンなので諦めましょう。ホンダの熊本工場は地震の影響で生産が遅延していますが、 CB1000F は在庫即納車が全国に結構あるので、今駆け込めば待たずにすぐ乗れそうです。32位、ヤマハアクシス Z、リッター 51.9 キロ、5.5 リットル、航続距離 285.45 キロ。
125cc のフラットフロアスクーターです。ちょっと性能が良い設定になっていて、航続距離も良くはないけど 125cc にしてはそれほど悪くもありません。31位川崎 Z650RS リッター 23.6kg 12リットル航続距離 283.2kg レトロ系丸めネイキッドモデルです。ベースの Z650 は燃料タンクが15リットルのところ RS は12リットルに縮小されていて、航続距離が 125cc レベルになってしまいました。このクラスはおおむね電子制御化が進んでいますが、川崎の650はアナログ世代として残っているやや希少な存在になってきました。全国の高速道路には100キロ以上給油不能の空白区間が80カ所以上、150キロ不能が15カ所以上あると言われています。高速道路を長く走る場合は、走るバイクの燃費と航続距離を把握して給油スポットも調べておかないと思いがけず積んでしまう可能性があります。地方のガソリンスタンドは日曜日休業のこともあって、 Google マップで調べてたどり着いてもお休みで絶望ということもあるので、給油なしで余裕で往復できる航続距離のバイクだと安心ですね。また今度500キロ600キロ給油なしで走れる化け物スペックのバイクたちもランキングで紹介しようと思います。では30位から上に行きましょう。30位スズキアドレス125リッター 53.4kg 5.3 リットル航続距離 283.02kg スズキの中で一番安い 125cc スクーターです。リアキャリアが標準装備されているので積載のコストも低く、とりあえず実用スクーターを探しているならこちらが良さそうです。29位ホンダスーパーカブクロスカブ110リッター 67.9kg 4.1 リットル航続距離 278.39kg スーパーカブシリーズは一部を除いて全体的に航続距離が短めですが、こちらは長い方です。ボアアップして高速に乗って吹っ飛ぶというとんでもないテロリストのような人が存在するようですが、本当に周りの迷惑になるので変な改造はやめた方が良いと思います。28位ホンダディオ110ライトリッター 56.6kg 4.9 リットル航続距離 277.34kg 新基準原付という設定の 110cc です。原付免許で乗れますが、車体は 110cc のものそのままなので扱いやすいとは言い難いです。27位ホンダスーパーカブ110プロライトリッター 67.4kg 4.1 リットル航続距離 276.34kg カブの新基準原付と普通の110のプロが同じ燃費です。26位川崎 ZX6R リッター 16.2kg 17リットル航続距離 275.4kg リッター 16kg クラスとまずまず極悪燃費のおかげでこの順位です。 ZX6R は 599cc かと思いきや 636cc と 600cc レース用ではありません。以前は競技用として 599cc も販売されていましたが、現在は終了しています。25位ホンダディオ110ベーシックリッター 55.6kg 4.9 リットル航続距離 272.44kg こちらは普通の 110cc です。ディオはライトの方が少し燃費が良いようです。24位川崎 ZX10R リッター 16kg 17リットル航続距離 272kg 6R とタンク容量も同じでほぼ同一スコアになっています。23位川崎 ZX25R リッター 18.1kg 15リットル航続距離 271.5kg ZX4R と車体が同じなのでタンク容量も同じですが、こちらの方がだいぶ燃費が悪いので航続距離が短いです。実際に乗っているとひたすらエンジンをかち回してしまうと思うので、スペックよりさらにとんでもない実燃費になっている人もいるかもしれません。リッター 20km 以上走るというコメントもあれば、リッター 10km だという悲惨な人もいるようなので、4気筒エンジンということもあり乗り方でのばらつきが大きそうです。22位ヤマハシグナスグリファスリッター 44.5kg 6.1 リットル航続距離 271.45kg生産終了扱いですが、まだ在庫がいくらかあるようで、後継モデルよりちょっと安く買えるかもしれません。21位ホンダスーパーカブ110プロライトリッター 65.5kg 4.1 リットル航続距離 268.55kg110株プロの新基準原付です。通常のプロより燃費が悪くなっています。航続距離はスペックから単純計算していますが、実際の燃費はエンジンの特性ごとにばらつきが出ます。一般的に排気量が多いほど走行条件によるばらつきが大きくなりますが、
単純な排気量よりも気筒数が多いほどばらつきが多いように感じます。例えばヤマハの SR400 は 399cc 単気筒ですが、おおむね市街地走行でも高速でもリッター30キロくらいで大きな変動はありません。同じ 400cc クラスでも4気筒の旧型 CB400 スーパーフォアは渋滞が多い市街地ではリッター15キロくらい、ストップ&ゴーが少ないと20キロ以上走ります。排気量が大きくなるとより顕著で、 CB1300 は信号の多い市街地でリッター13くらいのこともありますが、高速メインになると20以上走ります。このように走行条件によるばらつきの出やすさを知っておくとバイク選びにちょっと役に立つかもしれません。では20位から上に行きましょう。20位スズキアベニス125、リッター 51.6 キロ、 5.2 リットル、航続距離 268.32 キロ。アドレスよりちょっとだけ値段が高いアベニスです。キャリア標準装備ではないので、キャリアが邪魔な人はこちらが良さそうです。19位ヤマハ MT10、 リッター 15.6 キロ、17リットル、航続距離 265.2 キロ。極悪燃費かつタンク容量も大きくないので、遠出には不向きの航続距離です。色だけ変えて生きてはいますが、なんとなく R1 と連動して生き残ってくれそうな空気感です。18位川崎 KLX230、 リッター 34.7 キロ、7.6 リットル、航続距離 263.72 キロ。川崎の 230cc 空冷短気筒オフロードシリーズです。このくらいの航続距離だとかなり短さを実感しますね。ペンタローは以前モタードモデルを持っていましたが、しょっちゅう給油していました。意外に高速道路もそれなりに走れるので幅広く活躍できるバイクです。17位ホンダジョルノタクトダンク、ヤマハジョグ B のリッター 58.4 キロ、 4.5 リットル、航続距離 262.8 キロ。ホンダとヤマハの 50cc 群です。ヤマハの 50cc もホンダの OEM なので中身は同じで、当然燃費航続距離も同数値です。16位ヤマハ YZF-R1、 リッター 15.2 キロ、17リットル、航続距離 258.4 キロ。今年で終了と言われていた R1 です。ヤマハ内部の状況が変化しているので、残ったり生き返ったりの可能性もありそうな雰囲気です。航続距離は短いですが、ロングツーリングする変態は少数なので問題ないでしょう。15位ヤマハシグナス X、 リッター 41.9 キロ、 6.1 リットル、航続距離 255.59 キロ。 125cc の足元フラットタイプです。シグナスグリファスが終了して後を引き継ぎました。 PCX タイプが人気でほとんど持っていかれていますが、こういうスクーターも生きながらえてほしいです。14位スズキアドレス V50 レッツ、リッター 52.8 キロ、 4.8 リットル、航続距離 253.44 キロ。スズキの 50cc です。探すと在庫はまだありそうです。13位ホンダ CRF250L、 リッター 32.4 キロ、 7.8 リットル、航続距離 252.72 キロ。 250cc 水冷短気筒のオフロードモデルです。長距離に使えるラリーもラインナップされているので、こちらのモデルには航続距離の短さについて文句言っちゃダメです。12位ホンダスーパーカブ C125、 リッター 67.8 キロ、 3.7 リットル、航続距離 250.86 キロ。燃費は抜群に良いけれどタンク容量がだいぶ少ない 125cc のスーパーカブです。ペンタローはむしろ 125cc ならこれくらいで良いですが、頻繁に走る人には航続距離が物足りないかもしれません。11位スズキ DRZ4SM、 リッター 28.8 キロ、 8.7 リットル、航続距離 250.56 キロ。変態スズキの 400cc モータードです。今このクラスにこれを出してきたのは本当に変態だと思います。道中で給油が必要なバイクは燃料系を確認しながら走ることも多いですが、燃料系は現行ほぼ全てのバイクについています。ただごく稀に燃料系のないバイクも未だにあるので注意した方が良いですね。例えば川崎の W シリーズ、これはクラシック感を出したいためかコストダウンか目的は分かりませんが、メーターに燃料系がありません。燃料警告灯はあるので気づかずガス欠ということはないと思いますが、トリップメーターで距離管理しておかないと急に警告灯がついて焦ることになります。見た目が似ている2017年モデルで終了したエストレアは燃料警告灯すらありません。代わりにインジェクションモデルなのにリザーブタンク設定があるので、うっかりガス欠したらリザーブに切り替えるという運用の仕方です。燃料系も実際正確性がだいぶ怪しいものが多いですが、それでもある方がだいぶ管理が楽なので、中古車を探す時などは注意すると良さそうです。では10位から上に行きましょう。10位ホンダ DAX125、 リッター 65.7 キロ、 3.8 リットル、航続距離 249.66 キロ。
125スーパーカブを可愛い系に改造したモデルです。タンク容量は少なめなので移動距離が長い人には向きません。9位ヤマハ X フォースリッター 40.9 キロ 6.1 リットル航続距離 249.49 キロ。国内メーカー唯一の 155cc クラスフラットフロアスクーターです。今年で生産終了のようで、高速に乗れる足元フラットスクーターは絶滅となりました。8位、ホンダ CBR1000RRR ファイヤーブレード。リッター 15.4 キロ、16リットル、航続距離 246.4 キロ。ヤマハの R1 と同じようなガチ系 SS 極悪燃費シリーズです。タンク容量が16リットルなので、さらに航続距離短めとなっています。7位、ホンダレベル1100。リッター 18.6 キロ、13リットル、航続距離 241.8 キロ。クルーザーというカテゴリーでありながら長距離クルージングしづらいという不思議な仕様ですが、大排気量カテゴリーの中で例年まずまず売れています。6位、スズキ DRZ4S。リッター 27.7 キロ、8.7 リットル、航続距離 240.99 キロ。こちらもスズキの 400cc オフロードですが、モタードモデルより燃費が少し悪くなっています。5位、スズキ GSX-R1000R。リッター 14.7 キロ、16リットル、航続距離 235.2 キロ。最近復活した 1000cc スポーツモデルです。ガチ系 SS 極悪燃費シリーズとして、燃費の悪さランキングならトップを狙えそうな数値のおかげで、航続距離の短さは堂々の5位となりました。色は3色ありますが、ペンタローは黄色推しです。4位、ヤマハアエロックス。リッター 41.1 キロ、5.5 リットル、航続距離 226.05 キロ。新しくラインナップに追加されたスポーツ推しスクーターです。NMAX155 と同列にあるモデルですが、NMAX155 の330キロに比べてだいぶ航続距離が短くなっています。155cc なので高速道路も走れますが、距離を移動する想定の人は気をつけることをお勧めします。3位、ヤマハジョグ125。リッター 51.9 キロ、4リットル、航続距離 207.6 キロ。125cc のフラットフロアスクーターです。お値段も最安クラスのありがたい存在ですが、他の 125cc クラスと比べて頭一つ航続距離が短いです。給油が面倒な人は別のものを選んだ方が良いですね。2位、ヤマハジョグ1。リッター 51.7 キロ、4リットル、航続距離 206.8 キロ。ジョグ125と中身は同じですが、出力制限という足かせをかけられて燃費が少し悪くなったモデルです。こちらは原付免許で乗れる 125cc という分かりづらいカテゴリーのために無理やり設定されたモデルですが、わざわざ分かりづらく複雑化しないで、もう免許証の区分を出力制限にすればよかろうと思います。個人的には高速道路に乗れる乗れないの2種類の区分くらいが妥当に感じますね。1位、スズキカタナ。リッター 16.2 キロ、12リットル、航続距離 194.4 キロ。1位はスズキカタナ。今回唯一のアンダー200キロです。一体なぜここまで短い航続距離にしたのか、謎が多いモデルですね。状況によって100キロちょっと走ると燃料警告灯が点滅してくるので、遠出の時はうっかりガス欠で JAF のお世話にならないよう50キロごとくらいでこまめな給油をしたいところです。遠出しやすい大型バイクのはずですが、実質近場専用になりがちなので、購入を検討する際は目的と合っているか注意すると良さそうですね。今度またツアーラー向きの航続距離長いランキング、経済的な燃費ランキングも集計してみたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。